はい、松本さん、はい今日は何ですか？今日はですね、棚卸後の代々木公園店からお送りしております。恒例行事になりそうな、カスタムパーティーを2025年棚卸後バージョンでお届けしたいと思います。めちゃめちゃ暑い日にやってます。本当お疲れ様でした。今日はみんなのご褒美タイムということで、それぞれのチャリをいじって解散という感じです。はい、はい、楽しみ。今日はちょっと司会が千斗くんいなくなっちゃったんで、サブちゃんとはいサブちゃん目線カメラとはい、松本のコンビで、コンビではい、お送りします。ぐるっと回ってみようと思います。はい、お願いします。開始。ファーン。じゃあ元相方のところから行こうかあ、確かにな。うん。近いところから。近いところから。ずっと相方ですよ。千斗くん。はい。はい。ステューピッドツーリストステです。ーピッドツーリスト。僕が通勤でも使ってるステューピッドです。ステーピッドツーリストって今年だよね、入荷って。そうですね。4月5月ぐらいから、まだ本当最近って感じです。発売してもう、飛びつくように買ったって感じですか？もうそうですね。もう入ってくる前からもうこれはクラストが20インチ出すんだったら買うしかねえよということで、もう半ば義務感で買った。義務感の1台。買っとくしかねえだなみたいな。これ感知ブレーキとディスクブレーキモデルあると思うんですけど、そうですね。千斗くんは感知ブレーキを選択したってことですかね。です。その心は何でしょう？まあなんかそんな理由なかったんですけど、まあなんか20インチ僕 BMX 上がりなのもあってリムブレーキなじみあるし、余ってたパーツのこのブレーキね、とかなるほど。あって、まあ、タイヤもタイヤは関係ないか。タイヤも乗せ替えだったりするんですけど、でも千斗くんマニアの方だったらこれあれに使ってたなっていうのがちょっと散りばめられてるまあ感じですね。そうかもしれないですね。僕は見たことあるよ。今日はその中でも、まあ何でしょう？もう何台も多分乗せ替えられてきてる、キングの BB をオーバーホール。クリス・キングの BB を。はい。これはどれぐらい使ってるんですか？これね、もう所有歴的にはもう10年ぐらいやってますね。すごいですね。エノンメンテたまにやってる。やってましたけど、まあでも2回目ぐらい、2回目3回目ぐらいですね。今回やるんですけど。いいですね。ターコイズ。ターコイズで。ずっとじゃあ使い回せちゃうってことですね。まあそうですね。このサイバークランク、僕お気に入りのサイバークランクにも相性サイバークランク。いいですし。かっこいいな。じゃあ今日はちょっとテクニカルなカスタムですね。見栄えは変わらないが大事な部分。そうですな。ですね。サイバーサイクルってさ、何がきっかけで見つかったんですか？僕はインスタ見てて普通にインスタでなんかあれかっこいいクランクあるなと思って、しかもギアードバイク用なんだと思って珍しいなと思って見てて、自分用に1個買ったんですよね。もう 1,2 年前ぐらいに。自分でもう直接ただ注文しただけですね。そうです。自分でドイツから仕入れとかじゃなく、そうです。通販で普通に買って、それからの流れでブルーラグで取り扱おうってなって、それ知らなかった。これはちょっと違うんですよね。多分今入ってきてるやつ。そうです。これは今野さんに塗ってもらったんでツヤツヤテカテカなんですけど、製品版はセラコートクリアみたいなさらっと。そんなことしてたんだ。ただの本当に素で着てたんです。そうです。鉄むき出しで届いちゃって。なるほどなるほど。錆びちゃう状態で。そうです。なんでこのままじゃ使えないってなって塗ってもらって。なんかこういうグロスが乗るとさ、ちょっと BMX クランクっぽくなるね。確かにそうですね。ちょっとルーツを感じる。この形は僕的にはやっぱ BMX な感じなんか多分その胸厚なんだろうね。はい。まああとオールドマウンテン好きな人も絶対シンクロスとかね。なるほど。あの辺のちょっとクックブロスとか。US ヴィンテージ MTB
カルチャーというかの流れをうん組んでる胸圧クランクなんで。胸圧クランクはい。意外とこれはヨーロッパそうです。ドイツドイツ。フロムドイツなので意外とね、うんアメリカ製じゃないっていうのもなんかちょっと珍しいっちゃ珍しいですね。こういうめっちゃアメリカ乗りだなって思ったんですけど、史実合憲ドイツ製っていう、いいですな。おもろいですね。こんな感じで。空気を入れてますけど、空気入れですか今日は。今日はそうですね。今日はタイヤ交換させていただいてます。っていうのは冗談で、あ、はい。はい、サンバくんですね。サンバです。まず自転車は、うん、自転車はブラックマウンテンサイクルスのロードロード。フレーム。こちらも今年入荷ですかね。今年もう先々月ぐらいです。先々月ぐらいか。まだ2ヶ月しか経ってないのかこれ。だいぶなんかもう相変わらずハンドルがいっぱい変わってるから。そうですよね。そう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 。本当毎出勤のたびにハンドル変わってるみたいな。毎出勤毎退勤のたびにうん。いろいろいじって、結構大きいフロントのリングがついてますね。あれだ。そうですねもう本当にロードって感じ。ロードなので50兆とか。久しぶりに見たな、このサイズ感のチェーンリング。さあちゃんこれ何丁だ。うわ、52、そこまでないか。バン。50。あ、50。まだまだですね。 50まだまだですね。まだ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 ローリーまだの皆さんにはもう。太刀打ちできないですね。まだコンパクトクランクを使ってると。そうか、コンパクトでも大きく見えるのか、今。そうですね。確かにもう40丁台しかいじってないですもんね、最近はめち。ゃくちゃ大きく見える。うん。でこれ組んだ時はフラットバーだったけど、はい、今はドロップバーでかつバスケット組になってるって感じ。そうですね。おお。ちょっとなんか自然な成り行きで。自然ですね。はい。ちょっと、うん。まあでもね、調子いいって言ってましたもんね。そうですね。なんか。か結構、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うんなんか想像以上にスピードが出る自転車なあのあ。で、ドロップバーで乗りたいなってなってきたのと、そう、まあ最近暑いので、やっぱ荷物背負いたくないねっていう。サンバ荷物持ってきてる？僕も手ぶらになっちゃうんですよ。カゴも空っ俺通勤時間一緒なんですよ。だからサンバが荷物持ってきてる様子を全く見てなくて。ポケットでされちゃってるんですけど。そうですよね。まあね、途中の帰りのお買い物とか、お買い物まあそうですね。なん遊ぶ場か合の。ハンドル変えてハンドル刺してみたいな。最近一人暮らししたので、あ、そうですね。帰りのスーパーとかね、あ、そうですね。寄るってことですね。そういうことです。はい。すいません、いません前置きが長くなりましたが、聞いちゃいます。あ、まあカゴはいついてるのがねかっこいいっていう。今日は何でしょう。今やっ日はズバリこちらです。なんでそんなとこに入ってる？場所ないな。何それ入れたの？ポケットから高級ライトが出てきま高級ライした。ト、そのダイナモハブです。ダイナモハブ。ダイナモライト。あ、ダイナモ化するの。ダイナモ化します。おお。このホイールをちょっともう昨日一昨日組みました。なるほど。そう、夢のダイナモ生活が。サンバは初ダイナモ、僕初ですね。初ダイナモだ。そうですね。これ一回足を踏み込むともうやめれませんからね。そうですね。そう、みんなにそう言われるんですけど、どんなもんなんだろうっていう。なるほど。なん興味もありますで今までしてなかったんだって。確かに。ありました。僕もそうですね。やっぱ充電忘れちゃいがちで、もうなんかケーブルもつけてるんですけど、僕本当だ。ケーブルケーブル忘れてきて充電できないとか。ああ、最後ライト特殊だもんね、USB の。そうですねうん。そう、かっこよくて気に入ってるんですけど、まあ、結構それで他の先輩とかにライト借りて帰ったりしてたんで、なるほど。ちょっともうこれ以上迷惑かけれないなということで、ああ、まあ救済ってことですね。救済ですね。じゃあまあホイールはもう前もって組んでて、ホイールあとはライト前もって組みましたと接続するみたいな感じそうですね。今日は。そうですね。ここに。これ実はちょっとカミングスーンなあサブなんで。あ、そうなんですか。はちょっこれはとすいません、ちょっと近く。ちょっと試験も含めて。なるほど。そうですね、僕がプロトタイプ的なこと被で。験体としてやらせてもらいます。そういうことですか。これもちょっと新しいんじゃないですか。おお、確かに。これもそうですね。後ろのこれはライトではなく反射板ですね、これ。ああ、どっかで見たことある造形ですな。シンプルでいいですね。うん。そう、なんか、なんだ、コマライト。コマライトのリフレクターバージョン。だから電池じゃなく単ただ反射するやつというか、そうこれはこれでいいです
なんか最近急に入ってきていいじゃんこれって思ってつけてみました。なんかこういういなたい感じの自転車だったら逆におしゃれじゃなくていいかなみたいな。サンバーでも恋人のプリクラを貼るっていうのが特徴で、これは多分恋人ですあ、そうですね。まあこれこ大体れかな、これこれか。結構ひげが濃くてちょっと毛が濃いですけど、ボブですね。メガネっ子っすね。なんかカルチャー好きっぽい感じの下北系っぽい感じ。下北系。なんか片側らへんにいそうな。もう次行きます。さあ、続いてこれももう順番にいっちゃおうかな。カリカリ選手。ね正解です。カリカリ選手、はい自転車はホーマーですね。うんホーマーヒルカリカリと言ったらもうホーマーヒル選手がホーマーだいちょぶっと定着してます前回のカスタムパーティーもこれだったね。そうですね。前回は確かフレトリをしてたのですフレトリしてたね。確かはい。うんね。で、あれよね、ハンドルは変わってますよね。その当時から変わってます。トロップにしてこの間のハンドルの URL で撮らせてもらったんですけど、そうそう。うんその時ドロップにしましたって言ってたんですけど、写真がちょっとその時なくて、うん、そうよね。全貌を見せれなかったもんね。ですね。なるほど。ヌードルバーどうですか、ハンドル、いつもの大好きな。美味しいですね。あれめちゃくちゃアルバスタッシュが。アルバスタッシュ美味しいけど、もうちょっと乗ってみようと思って、なるほど。なんかすぐまた外してもあれなんで、もうしばらく。やっぱ好きなんだ、あっちやっが。ぱいいですよね。なんか落ち着く、いいんですけど、もちろんヌードルバーもかっこいいし、なるほ落ち着かない感じです。こっちにした方がちょっとスピード出やすくなるとか、そういう感じでもなくない。多少はアルバスタッシュよりも、ど。うん。やっぱり前傾より取れるんで、やっぱここがこっちの方が遠いし、うん。よりこうレアルなポジションにはしやすいですよね。なるほど。まあでもそれが必要かどうかっていう話もあるもんね。そうですねゆっくりでもいい。ゆっくりもっと乗りたいだったりとかあるので、その辺はまあ多少気分によってだと思うんですけど、はい。はい。その通りです。なんでしょうカリカリ君は。今日はちょっとクランクを、うん今この VBC クランクをずっと使ってるんですけど、はい。ダブル2枚で、2枚のクランクなんですけど、これをちょっとトリプルにできないかなと思っておーやってみようって感じなんです。本来できないクランクなんですけど、ちょっとこれならつくんじゃないかななっていうのがかなか込み入った。込み入ったうーん。ですかそれはベローレンジのもともとついてるチェーンリングでクリントさんにこれ譲ってもらったんですけど、これつきそうじゃないっていう感じになって、これをちょっと今日つけてみようかなっていう、うん。けど実際つかないかもしれないんでちょっとやってみますって感じですね。確かに。最終的に元に戻戻っっててる可るかもしれ能性が普通にこれがこれついてる可能性あるんでない。了解しました。 2年ぶりぐらいにこう開けましたね。これもちょっとね、たまにやるとそうですね、気持ちいい。気持ちがいい。結構綺麗だったっす。はい。じゃあ今日はトリプルかね。とりあえずやってみるってトリプルか感じで。フロントディーラーとかも変えないといけないんで、うんちょっとやっあ、そっか。フロントディレイラーも変えなきゃいけないそうです、んだね。変えないといけないんで割とうん一番大きい手術かもしれない。確かに意外といろいろしないといけないというなるほど。感じです。はい。じゃあ、ただ、それじゃあ次行きますか。はい。はい。なんか見慣れない方が見慣れない。誰だ。どうも自己紹介どうぞ。はい、タラちゃんです。タルちゃん。タラちゃんっていう名前で呼ばれてます。はい。最近だと OMM のブログで初登場って感じなんですかね。はい、初めてブログ書かせていただきました。代々木公園にうん。来てからどれぐらい経ちますか。5、6ヶ月ぐらい、半年ぐらいももうそんなに経った？う、なんだかんだ3月からいます、えー実は。嘘5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月ぐらい。本当に？実はこそっと、こそっと。こそっとサイレントで行きました。で、自転車は何ですか。はい。はい、自転車は、サーリーのミッドナイトスペシャルおお。自転車で、適正サイズ、僕だったらまあ50って言いたいとこなんですけど、うんちょっとドロップハンドルで組むんで小さめのああ46サイズを選んでます。タルちゃん身長は？身長168センチです。また168センチが入社してきた。 168センチが3、4人いるみたいな、この代々木公園店には。代々木公園店でサイズの比較ができないっていうね。168センチで46。 46です。ドロップ46のドロップです。うん。フラットだったら
50にしてます、多分。なるほどなるほど、はいタナちゃんでもだいぶミッドナイトスペシャルキャラが定着してきた感じがするね、ここ最近。そうですね、通勤距離が13キロあって、片道ねもう片道13キロあって、もう毎日これ乗ってるし、OMM もこれで参加させていただいて、ね。そっか。もしかもね、自走で。うん偽装でチャレンジして200一緒に行く先輩は一回全員止めたんですよ。本当に大丈夫って。その後の OMM 走れるみたいな。でもやってみたいです。絶対行けますって言って。すごいね。でも本当ケロッとしてて、へーすっごいと思っ出ちゃいました。なんかすごい気持ちでて。ね。 270キロ。 270キロ。はい。すごかった、本当に。楽しそうにね、それをやるからすごいなと思って。僕は頼まれても嫌だけど。楽しかったです。ちょっと生命維持できないかもな、俺は。はい、ごめんなさい。そんな感じ。そんなタラちゃん、ミはいッドナイトは何を今日はしますか？そうですね。めちゃくちゃ乗ってるんで、うんちょっともう要所要所見てもらえば分かるんですけど、確かにもうめちゃくちカーボンゃ汚いです。フォークになったりもしてるし、確か結構手が入ってるよね。カーボンフォークも1ヶ月前ぐらいに変えたんですけども、この感じ、この使用感なんで、ちょっと全体的にクリーニングをしつつ、大きいところでバーテープをちょっと、全く同じバーテープをすごい気に入ってるんですけど、ただ綺麗にしたいだけっていう。ただ綺麗にしたいっていう、このぐるぐるバーテいいープをですね。ちょっと巻き直してます、今。いいですね。はい。これさ、買えないあのね、あと、はいカーボンフォーク、これ何のカーボンフォーク？これウイスキーのナンバー9っていう、あー。 MCX っていううんグラベル用のフォークなんですけど、うん。ミッドナイトスペシャルにめちゃくちゃサイズが適任で、へー。入るタイヤの幅だったりとかも、もうほぼほぼ同じぐらいのなるほど。サイズなんでうん、ミッドナイトスペシャルでカーボンフォークにしたいって方は、このフォークめちゃくちゃおすすめ。へしかもこの3連ダボがついてるんで、ー。確かに。これは嬉しいポイントです積載ね。量アップもある。何でもできちゃいます。結構変わりますか？フォめークちゃくちゃ変えると。軽くなって、うん。もうハンドルもめちゃくちゃクイックになったですね。まあでも本当なんかうん元が結構ベーシックな乗り心地というか、まあ本当に癖がない乗り心地なんですけど、はいすごいキビキビした感じにななって、より楽しい感じの自転車になりました。なるほど。OMM を機にこれ入れたって感じだよね。そうです。なるほど。でも、ある意味、正解かもですね。OMM とか出たいという方は、こういうセッティング。ミッドナイトスペシャル、めちゃくちゃおすすめ。タイヤこれでいってたっけ？タイヤこれで行ったんですけど、ちょっとちょっと細かったです。あまあでもその実装があるっていうのがあって、うんやや OMM にしては細身なというか、でブロックもないし、はい。なるほど。普通に OMM 出るだけだったら、最低でも42以上でブロックあった方がいいです。ああ、はいそうだね。なるほど。結構怖かったです、ちょっと砂利道は。ちょっと独特の理由があったからね。全然ありえない。普通車で行くところ。普通は車で。はい。すいません。ありがとうございますじゃあ今日はそんな感じですクリーニングして、はい。バーテープ。新規、気分転換で。綺麗にね。はい。最後になり最後のますが、鳥が。トミー選手。はい。どうも。じゃあ、トミーさんこですね。ちらです。なんか、人気が下げてますけど。これは。これはまた何ですこれはか？産業廃棄物ではなく久々の登場なんですけど、これアンバーのセカンドロットのサンプルです。フおァーストロットの錆びてるやつともはや見た目が変わらなくなっちゃって追いつマジいてきた。わかんない。すごおくーでもこれも結構紆余曲折ありましあって台湾からうん届いては戻され、後ろをチョップされ、あーまたなるほど後ろをつけられみたいなので2度目の来日となったな。これ、あ、うんどうぞ。あ、どうぞどうぞ。ファーストロットの違いって今言っても大丈夫？すっごい細かいんで、あーなるほどまたの機会にまたの機会を返します。これはちょっと交互期待とか、はい。改めてのご説明をお待ちくださいですね。それよりも僕は今日ハンドルバーを変えるんですけど、これですね。元が何だったんですか、これは。元はま懐かしい。あライザーバーです。
なんかだんだん最近ライザーバーもなんか短くなってきて、確かにだんだん短くなってきたんですよ最近。これ幅はこれ580とか600ぐらい。なんかなるほどこのぐらいがなんかちょっともうカウンターがかかってきてますね。そうですね。ちょっと僕の全体的な見た目もちょっと平成寄りになってきてるので Y2K が Y2K ここにもになってきてるんですけど、なるほど。さらにちょっとまたブルホーン最近うん5年ぐらいからいいなと思っていろいろ幅狭くなりのブルホーンキーの手ブルホーンになっちゃう。このブルホーンはでも見たことないですね。でもちょっとお察しついてるのではないですか。うんあれです。プレミアムラッシュに出てくる、うんメトロについてるやつのリメイク版をもう何も変えてないんですよ。設計とかを。なるほど。本当ダメ元で日東さんにハンドル 26.0 でめっちゃ使いづらいんで 5.4 にしてくれませんかっていうわがままを言ったら作ってくださって、なるほど。でやってくれるんだと思って、せっかくだったらちょっとグレーしかないんでオリジナルって、なんで黒とシルバーもお願いしていいですかってなると、競輪のフレームとかに使えるようなとかなってきたら、ちょっとロゴをクラシックにしたいんですけどみたいになって、なるほど。なんか結局すごい変わっちゃったテクカネンロゴが入ってんだ。そうなんですよ。へー。これ一応オリジナルで僕が昔から使ってるんで、色がもうここら辺シルバーになっちゃってるんですけど、日焼けでそれはそれでかっこいい。ね、これグレーのやつなんです。これオリジナルで本当に何も変わんないです。へー。クランプサイズを変えクランプサイズがこれ 26.0 で、すごい渋い感じなんですけど 5.4 なんで非常に使いやすい。使いやすい。ブルホーン新鮮だな。逆に新鮮ですよね。なんか最近めっちゃかっこいい。個人的にテンション上がるハンドル実はナンバーワンなんで、しばらく使ってなかったですけど、やっぱ去年ぐらいからなんかいろいろ使ってきて、確かにトミーロープロ乗ってた時ブルホーンだったよね。そうですね。なんか結構長いですね。トラックの時ブルホーンドロップが多くて、なるほど。これ本当にロングライザーバーが台頭してきた2014年あたりから僕はライザーバー使い始めましたけど、結局なんか10年ぐらいの時を経てまた戻ってきてしまいましたね。なんかこの感じが。なるほど。かっこいいですね。あとあれですね、CMWC の横浜会った時に、海外のメッセンジャーの方が結構ブルーホーン使ってたりとかで、やっぱかっけえなって思ったのが、それもきっかけだったかもしれないです。これはいいですね。ちょっとまた少し波が来そうな。そうですね。結構僕の仲間たちも、別のショップの仲間とかもブルーホーンよくねってなって、結構そのムーブメントが界隈でも来てる気がするので、なんかそういうのってあるよね。なんかこれで多分誰かが喜んでくれる方がいるんじゃないかなっていう。お客様でもね、15年以降乗ってる人とかブルホーンね、ほぼ選択しなかったもんね。そうですね。確かに。まあもともと競技車両用のハンドルじゃないですか。でもう今カーボンが主流になっちゃって、もう一体形成のすごいハンドルとかがオリンピックとか見ててもそうなんで、もう絶滅してしまうハンドルだと思うんで、なんとかして止めたい。なるほど。トラックバイクストリートで使うハンドルっていう風な感じので生き続けてほしいブルホーンは。非常にかっこいいです。ありがとうございます。楽しい。早く完成させたい。じゃあ一旦ね、全員何をするか分かったんで、ちょっと途中経過見ていきましょう。テスさん BB のオーバーホールだったね。あ、そうです。あんまりこういうのを見る機会ないですからね。どういうことが行われているのか。まだあえて全く綺麗にしてないんですけど、まあ鹿児島の夕立ちを食らって、夕立ちっていうか、あれすごかったよね。スコールみたいなね。食らいつつの海岸沿いのもう砂かぶってる道路みたいな帰ってきたんで、ずっと潮風浴びながら雨と砂と。まあつけてからそんな何年も経ってないんで、大してそんなに汚れてないですけど、まあちょっとやっぱちょっとジャリッと感がありますね。
入ってたりとか、このステューピッドに乗せるときに僕開けてないんでちょっと中身が少し心配かなぐらい。上手にできるか。ああ、バリが入ってる。シールテープみたいな。いや、こいつをこんな感じで中に玉が入ってますね。なかなかこういうの見る機会ないですからね。確かに。具合は上はまあちょい砂利としてて渋いですね。多分もうパッと見がもうグリスがない感じが強いんで、まあ、ちょうどいいかなって感じですね。綺麗にしてグリスを足してみたいな、はい、まあ、たまにやってあげるとほんと10年もつっていうのはすごいですよね。そうですね。やるのも楽しいですね、これはね、キングのやつは。ちょっと興味がご興味がありそうですけど何ですかこれは。なんか変なハンドルがついてセント君にね、こういうエッチなものを貼り付けるかな。これは普通にサイドにつけるそうですものをねちょっと TT バーっぽくつけてる。ちょっとお試しで。変なことやってんな。やってんな。かっこよくはない。かっこよくはないが調子がいいって。なるほど。なんかボンボラもフォークまたやっちゃってませんね。やっちゃってます。あの場にいたんですよ僕。で、本当になんか光景が信じられず。ボンボラに刺すフォークを入れちゃ入れてましたね。そう。あれもちょっと山で遊びに行きましたけど楽しかった。まあでも本当このチャレンジングなね、いろいろそうですまあね、ね。自転車屋としてはまあ試してるやっちゃいたいってね。のは面白いですよね。まあクラストもねチャレンジングなそうですブランドなんね。で。もともとフレーム自体もね面白い実験的なもの多いですからね。じゃあこれもステューピッドいいですね。サブちゃん乗ったことありますか？ステューピッド。乗らせてもらいましたうん鹿児島で。めちゃめちゃ普通に走ります。なんかやっぱりどうしても小径車ってちょっとクイックだったりとか、そう。なんかまあ三角形が全体的にちっちゃいんで硬い感じがあったりとかするんですけど、違和感だいぶ少ないです。違和感少ないですよね。普通に自然と乗れます。ちょっとまあね、セント君乗ってきてくれるときは代々木にあるんで、ぜひ試乗もしてもらいたいな。そうですね。ぜひぜひ本当にそのサブちゃん言ってくれたみたいに普通っていうとね、なんか良いのか悪いのか伝わりづらい表現ですけど、まあ大きいタイヤのチャリと比較して本当に遜色なく走るっていう違和感がねないという。その違和感ないが小さいことによりメリットがやっぱあるんで、まあ軽かったり取り回し楽だったりとかっていうメリットをもらいつつ、まあそんなに大きい自転車と変わりない走りっていうのが面白いですね。さすがクラストって感じがしまあました。分割するかどうかはさておき、そうですしね。なくても自転車として十分いい感じで。なるほど。はい、これはぜひちょっと乗るだけでも乗りに来てほしいです。そうですね。はい、お待ちしてます。なんかもう終わってそうなんで。早い。早っ。つなぐ置いといてくれ。置いといてくれ。解説式が一応まあライトをここにこいつがいたんですけど、これがねせっかく買ったのにも変わってるんですね。まあこれがライトマウントポールのがついてたんですけなるほどど。取っ払ってこれをつけましてワイヤーがビリッとでちょっとここの色とかねなるほど。拾ってるんですね。ちゃんと細かい。言っちゃうタイプ。何気なく言わなくて生まれなそうだな明言して。ちゃんと分かってますよ。はい刺しましたここにね、こういう構造にあんまりねちゃんと見たことない人も多いと思いますけど、ホイールとここでライトがつながって電線がて、して、
で回転光るのでしょうか。どうでしょう。どうでしょう。土地から取っていいですか。いきますよ。はい、これ光んなかったら恥ずかしい。いきますよっ。おもうダイナモ見慣れてるからもう別に光ってこれ以上でも以下でもない反応をしてしまった光るぜ。いや僕にとっては革命です。いやでも本当にこれがいいんですよ。もうやめられない。やめられない。はい、僕全部に入れてますからね。全部入ってますもんね。松本さんとサルさんも。ここがね、なんか一応オフとスイッチがあオンとって、オートみたいな。そうですね。でこのちょっとだけ残ってくれるんですよね。あーずっと止まったらすぐ消えるわけではなくて、なるほど少し蓄電されてるというか、ちょっとだけ保たれるのが優しさ。いいですね。そんな便利なものね。はいエディルックス2というやつですね。かっこいいぜ。これいいですね。めちゃくちゃ便利やからこれはかっこいい本当にぜもう嬉しいぜ。もっと便利になりたかったら後ろもあるからね。後ろもありますよね。うん。まあ今は反射板ですが、はい。こっちにまでつなぐということうもわ将来的には可能で。可能でございます。ー楽しみです。楽しみです夢のダイナモ生活、はい楽しませていただきます。はい、じゃあサンバはもうこれで完成だね。完成ですね。完成ですね。一旦サンバの今一番気に入ってるとこどこ？これの。なんだろうな。やっぱハブっすかね。フィルトの。あ、フィルトのハブね。ロードハブ。おーこれはもう大奮発の破産直行の後悔してないですけど、かかっこいいでもっ一こいいです生ものね。感が一生ものですね。なんかそうですね。耐久性とかうんなんか音とか言いますけど、もうなんかこのオーラというか、一度は使ってみたい的な、はい。このなんかずっしり感じゃないですけど、そうですね。ぴったり止めて。えいあ、えいはい。感じです。ありがとうございました。ありがとうござはいい。ました。かっこいいです。こありがとうございまれも代々木公園今だったら乗れるんで、す。そうですね。もうガンガンほぼ毎日これ今は。ほぼもう毎日これです。あ、じゃあうん乗るチャンスあるんで、お気軽に市場のお問い合わせフレームサイズ50です。でサイズ50170センチぐらいの人にぐらいの人。サンバ2代目だもんね。何がですか？ロード。じゃあ2代目。あ、2代目ですね。フレームを2あそうっすねサイズそう、ブログにも書いたんですけど、試している男。同じモデルを2台所有してます僕は。サイズのことなら、サイズのことならサンバぐらいの身長でそうっすねサイズのことなお迷いのら方いらっしゃれ全ば、部53も乗ってたんでご相談お待ちしてます。サンバ身長いくつだっ168です僕は。 168。 18ばっかりですね。け？や松本さん身長いくつ？ 168。わ168ぐらいの人はいっぱいフレーム乗れます。まあ、代々木公園店にぜひ。履歴書に設計身長の168センチって書いておいていただける代々木公園店リーチかかるですね。と参考にはしますね。 168の方はもう適正サイズ乗り放題です。乗り放題ですね。いっぱいありますよ。日本国民のね、最もこうまあメジ一番ャーな、はいこうサイズボリュームゾーンですからね。みんなの気持ち分かってるんですということで、はい。はい大きいカリカリさんの方確かに進んでるか心配ですが、どうでしょうか。そうです。あ、つきそう。でもそんなにまださっきから変わってる。別のチャリから言い訳？別のチャリからフロントデュラー取るの忘れてて、あ、そういうことですね。そっちを先に摘出してきました。ああ、なるほどなるほどなるでこいつをこうつけて、ほど。はい。 3枚用のやつなんですけど、おそうなんですよ。ちょうどさっき言おせれてたんですけど、なんかドロップに変えて、はいもうちょっと変速、まあ前から思ってたんですけど、欲しいかもね。もうちょい変速欲しいかもなーで、なんかクリンチさんと話してて、うん。そしたら、これいけんじゃねみたいな。なるほど。ちょっと走る方にそうですね。ハンドルを変えたことで意識が変わ向いった。て、そうなんですよ。で、夏、お休みもらって、ちょっとツーリングじゃないけど、あ、そうなんちょっですか。と遠い距離走ってみようかなっていうのもあって、それならギアもちょっと増えてた方がいいんじゃないかなってことで、ちょっと
いや増やそう今回これをやってみようっていう感じになりました。すごいね。内側1枚だったのがその2枚組の2枚目のここに穴開いてて、そのチェーンリングに3枚目を取り付けるところがこうついてるリングなんで、ああ、なるほどね。これが可能なんですけど、本来ここの3枚目を取り付けるところってクランクにこうやってピンピンピンってついてるんですよね。なのでクランクがそういうものじゃないと本来3枚目をこれつけることができないんですけど、まあ奇跡的に VBC のコンセプトと合致しちゃ合致してるってこという。だから基まあ本的には非良い合法方は真似しまあちゃいけない本来そういうカスタムがあるっていうわけじゃなくて、ではないですちょっと本当にお試しでお試しでやって調るんで整してみるっていうことですね。なかなか真似するの難しいかもなんですまあけど、そうですね。ちょっとここのやってみようっていうそうですね。まだこれを推奨するものではうんではないですね。でもこういう歴史でさ、新しい商品とかができたりできなかったりなんで、そうっすよね。はい、まあこれは本当お客様におすすめするっていうよりは僕たちがこう研究してるっていうそうですね。うん感じですよね。チャレこういうンジって感じだなカスタムは。お、すごい。一応このつきそうああ、かっこいいじゃないですか。黒シルバーですけどちょっと色はいいじゃん。かっこいい。これを松本さん的にいけそうですか？いけそうですね。変則アートしてくれれば。これを自分が思いついたことにしたいっていう感じの。一応今バイクフライデーのクリント君がうん。いけんじゃないっていうヒンそうですねトをくれたんアイデアをくれてやってみようっていう感じで。ちょっと難航してます。いやいや、でも、今やっと片側終わりそうな感じで。片側もねはい。はい。タルちゃんメカニック修行中だもんね。修行中です。今はね。うん。パテープ巻くのは自分には結構得意だと思ってます。ああ、まあそういうこと言っちゃうタイプ。ハードルを自らハードルを上げていく。僕器用なんですよねっていう感じでしょ。まあでもこの辺はちょっとはい。まあでも自分のチャリカスタムしたり、はいちょっと修行したりね、はいしながらって感じですよね。ただとにかく自転車のこの乗る経験に関してはタルちゃん抜まあ群なん確かに乗っで、てる距離はすそうごいですね。なんか乗るところとかそういうテクニックみたいなところは実はタルちゃんすごいねお伝えしてくれるの結構リアルな話ができるかもしれないそうだから特にちょっと自転車ライドしてみたいみたいな人とかはですね。タラちゃんを頼って乗る楽しさみたい来なてもらえたら、伝えるのは上手だと思います。そうですね。でたくさんご質問いただけたら。ハードル上げる。ハードル上げますね。デジさんがデザインしたねあそうですねぐるぐるバーテープですね。してたデジさんデザイン。してます。これと、もう一つギザギザバーテープギザギザバーテープね。 2種類あるんですけど、やっぱちょっとこのぐるぐるのネイビーがめちゃくちゃお気に入りで。それ言葉にできる理由はあるの。でも、使用感、このなんか触った感じに、グリップのなんかベタベタ感もないし、結構厚みがあって、実はこの裏に、このスポンジが入ってるんで、コットン地だけど、結構なんかしっかり握り心地があって。じゃあまあデザインもさることながら普通に使用使用感が感もめ好きちゃくちゃいいです。なるほど。またすごい。これでもナイロンだね。あ、外は色あせしにくい。側はナイロンでしたね。で中はスポンジが入って中はスポンジが入ってある程度そういう長い距離乗ってもね、疲れなさ痛くなりにくそう。全然何の支障もなかったです。なんかさバーテープさ3ミリ以上のやつ使うとさ、結構分厚くて握りきれないみたいな人いるじゃん。これすごいそういうストレスはなさそう。多分すごいちょうどいい厚みなんだと思います。タラちゃんの手とシンクロしてるってことね。厚すぎず薄すぎずな。3ミリぐらいなんじゃないこれ多分。確かに。まあ、ちょい厚なちょい厚な2.5とかイメージですよね。デザインもめちゃくちゃいいしおすすめなんで、対照的にサンバさんはコットンバーテープですね。カリカリさんのコットンバーテープですね。ほぼ裸みたいな。薄いバーテープ。僕もでもこの薄い派なんですよね。僕もコットンバーテープ。トミーさんもコットンバーテープ。コットン勢がコットンバーテープセッティングしちゃう。準備済みです。
でこうなるのが好きなんですよ。ああ、色がね。これライザーバーの前に使ったブローンなんですけど、なるほどこれかっこいいよね。焦るんね。これ黒がこうなってますからね。うん、すごい。日焼けで。確かに。すごい狙って今回やなるりました。ほど。ブルーラグのコットンバーテープ、クロスはアクリルでコットン 100% もあるんで、それが嬉しいですね。それいいよね。対処綺麗な状態を保ちたいやつはアクリル選んでもらったらいいし、ちょっとバイブス出したいなってやつはコットンね。リベンデルの人たちはね、ニス塗ったりしてああめっちゃいいっすね。ね、退色楽しんだりとか。そういう面白みもバーテープ一つでもあるっていうありますな。ね。トミさんさすがで手が早いですね。早い。もブレーキ。うリアが終わってフロントに。トミ日線のアウターケーブル好きだよね。日線が好きですね。柔らかいんでブレーキのタッチが結構この特にこういうロード系のハンドルとかブルホーンとか結構きついカーブになるってやつはかなりこうなんていうんですかね、柔軟フレキシ性がブルにね。高いんで、すごいタッチがいい状態を角度が出ても。そうですね保てるのですごい好きです。意外と見た目以上にねそうなんです機能があると。あとこの外側のケーシングの部分がこのビニールの部分がシマノのやつより柔らかいんで、シマノってたまにこう割れちゃったりするんですけど、それが結構長年使っててもあんまりない。ああ、それが結構トミセカンドロットができたってことはさ、もう間もなくもしかしたら再そうな入荷もあるかもんですよね。2025年中にはものが来るはずなので、結構なんだかんでしたら久々にラピッドが帰ってきます。アンバーがね。はい、楽しみにしててください。だって初めての入荷結構瞬く間にご反響いただいて完売しちゃったもんね。それもあって僕の、セカンドへ向けてのスタートがだいぶ遅れてしまうそう嬉しい、うん嬉しい悲鳴というか、満を持してすいませんみたいな。確かに。でもまあ細かいけど修正箇所もバッチリ直ってそうですね。ていうかまあよりアップデ組みやすくートしてねなってると思うんで、楽しみですね。楽しみに。ちょっと違いもまた教えてくださいね。もちろんそうですね。細かいところなんで。かっこいい。アンバーかっこいいなやっぱり。あとこのステムもあれですね。いつもこれもステムもそうですね。ステムはこれ秘密らしいんでしっかり取っときます。そうなんですよ。代々木公園でそういうミーティングしてる時にあったらいいよねっていうのがねちょこちょこ商品化してるんですけど、なるほど。はいこれはまあこういうのもちょっとお店に来てもらえれば一足先にちょっと見れたりするかもしれないんで。プロトタイプもりもり自転車なんですよ。確かにそんなところでしょうか。まあこのように今日続きますが、まあ完成はちょっとお店などで見ていただければという状況ではい終わりましょうかっていうと。じゃあまた次回カスタムパーティーでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。終わってない。